皆さんこんにちは、フォトシンです。いかがお過ごしでしょうか。3週間ぐらいですかね、 YouTube ちょっと滞ってしまっていたんですけれども、2月になってね、自身のワークショップツアーと、あとは撮影の仕事もね立て込んでしまっていて、なかなかねこういった形で収録ができていなかったんですけど、今日はねようやく、またこんな感じで収録をねしております。こんな感じですごくね綺麗な森の中に来ていて、今ちょうどね沢をこれから渡って、もう一個沢を渡ってちょっとブナをね取りに行きたいなと思ってるんですけれども、こんな感じの自然の中で今日はね撮影をしていきたいと思います。だいぶね雪解けも進んで、もうこの辺りもねかなりもうこういうね根焼けみたいなものも見え始めてきていて、やばいなっていう感じだったんですけど、雪もね降ったので、ちょっとこの新雪が降ったところをね撮影していけたらなと、あとはブナですね、撮影していけたらと思います。この沢のところのねこういったもうむき出しになっているところと、ちょろちょろと水が流れているところがねこう空洞に穴が開いてたりするので、そういうところもすごく綺麗なので、こういう地形もちょっと撮りながら進んでいきたいなと思います。まだブナはねこの辺りはそんなにないんですけれども、楽しみながらね進んでいきたいと思います。じゃあちょっと気をつけて渡ってトラバースしながら行きたいと思います。なんかこの2月はですね、もう本当に暖かくて、皆さんも住んでるエリアも多分そうだったと思うんですけど、2月で10度とか、生まれて初めて自分長野の北部に住んでいてこう体感したんですけれども、すごく変な感じがした1ヶ月だったなと思うんですけど、本当に雪がね降らなくて晴天の日がすごく多くて、ワークショップやるにもかなり苦戦をしたというか、どんな天気でもね良さはあるので、基本的には全然開催はしてるんですけれども、ただなかなか大変な、1ヶ月だったかなと思います。やっぱ雪がないと春先夏になってから水が足りなくなるとかね、そういうね問題も多分あると思うので、池とかの水が干上がっちゃうというか、もう去年の時点で危ういなというところがあったので、今年どうなのかなっていう感じもしますけど、いやもうちょっとね3月降ってくれるといいですね。今ずっとねこう樹林帯の中を歩いてきたんですけど、中にはねいろんな木があって、今ちょうど雪原に出たところでね白樺の楊樹がポツンと生えていました。でその奥はですね背の高いスラッとした白樺とかカラマツがねずっと後ろにあるんですけれども、この雪原がなんとも綺麗で、そこにポツンとあるので、ちょっとこの子をですねポツンと雪原の中に入れて、後ろに大きい木々というシンプルな構図でちょっと撮っていきたいなと思います。で手前から見て、しまうとですね、この可愛らしい木が後ろの木々たちとこう干渉してダブってしまうので、ちょっと近くに寄ってきて上からこう見下ろすような感じでやってあげると、背面に白い説明を入れることができるので、ちゃんと分離ができて生きてくるので、ちょっとそういう感じでね今やってます。その他にも説明に頭を出している可愛らしい白樺とかがありますので、そういうものもね、切り取ってシンプルに撮影していけたらと思います。これでもう一回下っていって沢を渡ってっていう感じで、ちょっとまた冒険があるんですけれども、頑張っていきたいと思います。ということでこちらで撮れる写真はこんな感じです。辺りが白で覆われるこの季節は、木の表面に生きる地衣類の姿もまた魅力的です。中には驚くほどカラフルなものがあったり、さまざまな色彩と模様はまるで絵画のような光景です。
今ですね、割と大きめな沢になるんですけれども、この後これを渡って対岸をねずっと登っていってブナ林に行こうかなというところなんですけれども、本当に綺麗なしぶき氷がね、つららなんですけれどもいっぱい形成されていて、ちょっとねそれをね撮っています。上から見ていたらね、下の方にあるなと思っていたのでね、ちょっと緩やかなところから来たんですけれども、このしぶき氷単体だけでもねすごく綺麗なんですけれども、そこに合わせて水の流れっていうものを一緒に入れ込むことによって、その氷つららができる過程もねこう写真に写し込めるので、それをね合わせて撮っていきたいと思います。あとはその植物の上に重くのしかかったちょっと雪の存在っていうのも、一緒に合わせて入れれたらなという感じなんですけれども、本当にたくさんあるのでどれを選択しようか迷うところなんですけど、いろいろ撮っていければなと思います。この後はちょっと道草をしないで一気に登ってブナをねちょっと見に行きたいなというふうに思います。めちゃくちゃ気持ちがいいですね。ということでこちらで撮れる写真はこんな感じです。沢を無事に渡ったので今ブナの林の方に行ってるんですけど、ちょっとずつね小さいブナもね出てきてます。で割とまだ葉っぱが残っていて、それがねまた可愛かったりもねします。ちょっとねここ見てもらうとこんな感じで雑木林みたいな感じなので、目を閉じてぐるぐるっと回って目を開けたらもうどこかわからないみたいな、そんな感じの場所ですね。どっち向かって歩いてるのかなって感じするんですけど、多分こっちで合ってると思います。本当に夏のトレースとかそういうもの一切ないので、かといってピンクリボンがついているわけでもないので、ちょっと GPS 確認しながら軌道修正していければなとは思います。はい、ということで無事に、コンスタントに歩いてきたので、本日目的のブナに会いにね来ました。いやー本当に立派なブナですね。素晴らしいです。で、すごくね特徴的な形をしてるんですけれども、割とブナってね上の方で、どの木もそうですけど、こうやってわらーっとこう分かれて生えるんですけれども、これはですね昔薪とかで、使うために切られて、それでまたそこから生えてっていうね、そういった過程があってこんな形になってます。なので木を切るって言ってもこんな高いのにどうやって切るんだろうっていうところなんですけど、もうちょっと多分成長的にはしていなかったので低かったっていうのもあるんですけど、雪がねすごく雪深くて、それで高いところにまで行けて木を切ることができたという、それを考えても今どれだけ雪が少ないかっていうのをなんとなくここでも実感することがねできます。とはいえそういったね人間が活用したっていうね歴史もありながらこういう形になってるんですけれども、とにかく立派な形をしてますね。これをちょっと雪景色と絡めながら撮影をねしていけたらなと思います。ちょうど背後にもまたね別のブナの木があるので、これと一緒に重ねてやりながら、あとは周囲にはまた別のねダケカンバ、白樺とかミズナラとか細い木が生えているので、別の種族の木が周りを覆っているというね、そういう感じで撮れたらいいかなと思います。本当にね沢を渡ったりとかいろいろしながら来て大変だったんですけれども、道草食ったりして非常にね楽しい一日でした。またね春にワークショップの方も控えておりますので、また近々告知しようかなと思うので、また概要欄の方に、メーリングリスト等のリンクを貼っておきますので、ぜひそちらもねご確認いただければなと思います。3月はねちょっとまた海外旅行に撮影に行ってしまうので、またちょっと空くかもしれないんですけれども、また引き続きどうぞよろしくお願いいたします。ということで今日は楽しい一日でした。またねこれからも動画をお届けできると思うので、皆さんよろしくお願いいたします。ということでこちらのね写真たちは持って終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた。